カーテンの隙間からこぼれ落ちる朝の光、築40年の小さな部屋を優しく照らし出します。私の朝はいっぱいの白湯から始まります。沸騰するお湯の音、立ち上がる真っ白な湯気、静かすぎるほどの部屋にその音だけが響きます。今日もいい朝ね。鏡の前に立ち、短く整えたグレーヘアを丁寧に溶かします。シワの刻まれた目元、けれどその瞳には静かな光が宿っています。着古した麻のブラウス、何度もずくろった跡があるけれど、アイロンをピシッとかければ、それは私だけの清掃、贅沢な暮らしではありません。けれど、粗末な暮らしでもありません。月6万円という限られた箱の中で、私は自由を見つけようとしています。ゴミ出しのために階段を降りていたとき、荒恵子さん、またそのお洋服？隣の部屋に住む派手な装いの女性が私を憐れみの目で見つめます。そんなに切り詰めて人生楽しいのかしら。彼女の言葉は秋の風よりも冷たく、私の胸に刺さります。私の母なら耐えられないわ。そんなみすぼらしい生活、みすぼらしい、その言葉が頭の中で何度もリフレインします。お気遣いありがとうございます。私はただ静かに微笑み、会釈を返しました。怒りで指先が少し震えます。けれど言い返す言葉は喉の奥に飲み込みました。物の豊かさが心の豊かさだと信じている。彼女の世界、そこには私の見ている景色はきっと映らないから。部屋に戻り、深く息を吐きます。さて朝ごはんの時間ね。キッチンに並ぶのは100円ショップで見つけた真っ白な小さな茶碗。端が少し欠けていたものを金継ぎで直しました。その金の筋がまるでデザインのように美しく輝いています。昨夜の残りの冷やご飯、丁寧に取っただし、いただきます。一口、ゆっくりと口に運びます。だしの香りが鼻を抜け、胃の腑に染み渡る。ああ、おいしい。高級ホテルのビュッフェよりも、今の私には、この一杯が何よりのごちそう。人は言います。お金がないから我慢していると。けれど、本当は違うのです。ないからこそ、あるものの尊さに気づけるようになっただけ。この茶碗の重み、ご飯の甘み、それはかつての私には見えていなかった宝石。食事を終え、机の引き出しを開けます。そこには古びた茶封筒が一通だけ入っています。中身はかつて夫と一緒に撮ったたった一枚の写真、そして使い古された真っ赤な口紅。まだ早いかしら。指先で口紅のキャップをそっとなぞります。月6万円の生活、その裏側に隠されたある秘密。世間が思うかわいそうな未亡人、その仮面の下に私が隠している本当の姿、あなたは信じてくれますか？この小さな部屋に宇宙よりも広い幸せがあることを。明日私が何を買いに行くのか、その答えを知ればきっと驚かれるかもしれません。夕暮れ時、スーパーの入り口に冷たい風が吹き抜けます。私の心は少しだけ高鳴ります。カゴを手に取り、真っ先に向かうのは店の奥の特設コーナー。3割引き、半額、鮮やかな赤いシール。それは私にとって今日を生き抜いた勲章のようなもの。不揃いなナス、少ししおれた小松菜。まだ大丈夫。私が魔法をかけてあげる。指先で触れれば野菜の呼吸が聞こえる気がします。
お金をかければ、おいしいのは当たり前。限られた予算の中で、最高の宝物を探す。これこそが大人の知恵比べであり、最高の遊びなのです。レジの列に並び、財布を広げます。小銭入れの中から10円玉を1つ、2つ、レジ打ちの青年が隠そうともせず、大きなため息をつきました。後ろ、詰まってるんで、早くしてもらえます？背後から刺さる冷ややかな視線。これだから高齢者は、スマホ決済くらい覚えればいいのに、心臓がドクンと跳ねました。恥ずかしさと情けなさとやり場のない怒り。私の10円玉は、そんなに価値のないゴミのようなものでしょうか。申し訳ありません。震える手で小銭をトレーに置きます。彼らにとってのわずか数秒、私にとっては命を削るような長い時間でした。急いで店を出ると、冷たい雨が頬を濡らしました。冷え切った体で台所に立ちます。負けないわよ。こんなことでコンロに火を灯すと、青い炎が闇を照らします。買ってきたナスを丁寧に剥く。出汁の香りが狭いキッチンに広がっていきます。きれい。鍋の中でナスが透き通るような翡翠色に変わりました。それはまるで泥の中から咲いた一輪のハスの花。いただきます。温かいおひたしを口に含んだ瞬間、昼間の屈辱が雪のように溶けていきました。この美味しさをあの店員さんは知っているでしょうか。10円を惜しんで手間を惜しまない、その先に待っている極上の贅沢を。食後、茶タンスの奥から一冊のノートを取り出します。30年前の古い家計簿。そこには今とは比べ物にならない大きな数字が並んでいます。あの頃は何でも買えたのに、ページをめくると1枚のレシートがはらりと落ちました。高級レストランのディナーの記録。どうしてかしら。何万円もした。あの夜の料理より今の100円のナスの型がずっと心に響くのは、私は何かを失ったのでしょうか。それともようやく見つけたのでしょうか。ふとクローゼットの奥に隠したあのカバンが気になります。月6万円の生活を根底から揺るがす私の過去。あなたは知りたくありませんか。私が捨てられなかった最後のプライドの正体を。季節が一歩ずつ秋の深まりを告げています。少し肌寒い朝、厚手の毛布を出そうとした時でした。押し入れの一番奥に見慣れない箱を見つけました。ほこりを払い、蓋を開けると鼻をつくのは懐かしい防虫剤の香り。まだあったのね。中から現れたのはバブル時代に大流行した海外ブランドのバッグ。黒い革の光沢は失われていませんが、どこか今のこの部屋には不釣り合いで重たい。手に取ると当時の喧騒がよみがえってくるようです。それは私の若さと虚栄心のかけらでした。思い切ってそのバッグを抱え、町のブランド買取店へ向かいました。月6万円の生活、少しでも足しになれば、そう願ったのです。ああ、これね、もう古いですよ。派手なスーツを着た若い男性が手袋もせずバッグを放り投げました。格もずれてるし、今時誰も持ちませんよ。引き取り料いただくくらいですよ。ゴミ同然ですから。ゴミ。私の青春を夫が必死に働いて送ってくれたあの一日を彼は
たった数秒で無価値だと断じました。結構です。持ち帰ります。震える手でバッグをひったくるように店を飛び出しました。涙は出ませんでした。ただ自分の人生まで否定されたような冷たい怒りだけが胸に渦巻いていました。帰り道、公園のベンチでバッグを膝に置きます。私たちは何を競っていたのかしら。40代、50代の私は常に人より上に痛がっていました。高いバッグを持ち、有名なレストランに通い、羨望の眼差しを浴びることが幸せだと思い込んでいた。夫との会話よりもカードの明細を気にする日々。家の中は物であふれていたけれど、心はいつも乾いていました。ごめんなさい、あなた、今はもういない。夫の面影にそっと謝ります。この重たいバッグは私が捨てられなかった最後の見栄だったのかもしれません。豪華な食事をしても満たされなかったあの頃と、100円のナスで幸せを感じる今の私、どちらが本当に豊かなのでしょうか。家に戻り、バッグをもう一度丁寧に拭き上げます。ふと内ポケットの奥深くに指が触れました。カサリと乾いた音がします。そこから出てきたのは色あせた一通の手紙でした。差出人の名前を見て息が止まりました。それは夫が亡くなる直前、私に宛てて書いた未投函の手紙でした。どうしてこんなところに。震える指で封を切ろうとして手を止めました。月6万円の生活、静かな一人暮らし、その穏やかな水面に投げ込まれた過去からのメッセージ。そこには私が知らなかったあの日の真実が記されているのでしょうか。私はこの手紙を開けるべきでしょうか。それともこのまま闇に葬るべきでしょうか。あなたは見たいですか。一人の老女が守り続けてきた残酷で美しい真実を。窓の外では秋の虫たちが細い声を競っています。私は意を決し、封筒の端に指をかけました。乾いた紙がピリリと音を立て、過去の封印が解けます。中には見慣れた夫の力強い筆跡。稽古、すまない。君を一人にしてしまう。僕を許してほしい。手紙には会社が苦しかったこと、私に心配をかけたくなくて一人で抱え込んでいたこと、そして最後の一項にこう記されていました。見栄を捨て、君が君らしく笑える、そんな場所を見つけてほしい。私は声を上げて泣きました。彼が隠していたのは借金でも浮気でもなく、私への深すぎる愛だったのです。月6万円のこの生活は惨めな末路ではなく、彼が願った自由への入り口でした。その時、テーブルの上のスマホが短く震えました。息子、ケンジからです。母さん、元気？今度、そっちのマンション、売却の相談に行こうか。彼の声には、私の暮らしへの気遣いはありません。あんなボロアパートで月6万なんて親戚に合わせる顔がないよ。私の胸の奥で何かがぷつりと切れました。ケンジ、私は今とても幸せなのよ。強がりはやめなよ。惨めなだけだって。惨めなのは心の置き場を忘れたあなたの方かもしれないわね。冷たい沈黙の後、私は自分から通話を切りました。家族という絆さえ時には重荷になることがある。今の私に必要なのは世間体という名の
偽りの仮面ではありません。荒れた心を鎮めるように裁縫箱を取り出します。膝の上には長年愛用しているウールのカーディガン、袖口に開いた小さな穴。大丈夫、もっときれいにしてあげる。一つ針一針丁寧に糸を渡します。ああ、そうか。完成された新品よりも繕い直したものの型がずっと温かい。傷跡は隠すべきものではなく、共に生きてきた証なのです。指先に伝わる布の感触、100円の糸でも私の手を通せば、それは特別な物語に変わる。足りないからこそ工夫が生まれる。工夫があるから毎日は退屈しない。捨てて捨てて最後に残ったのはこの穏やかな余白でした。夜が更け、窓の外には銀色の月が浮かんでいます。私はクローゼットからあのブランドバッグを取り出しました。もう重たくはありません。明日、私はこれを手放そうと思います。お金に換えるためではなく、私の過去と決別するために。今までありがとう。明日が終われば1ヶ月のやりくりもようやくおしまいです。手元に残るであろうわずかな住まいの小銭、それを握りしめて私はある場所へ向かうつもりです。老女の孤独な夜に灯される小さな希望の火。あなたは見たことがありますか？たった一つのケーキが一人の女性の人生を救う瞬間を。澄み渡った秋の空がどこまでも高く広がっています。私はあの日、あのブランドバッグを抱えて外に出ました。向かったのは買取店ではなく、小さな寄付センター。大切に使われていたんですね。ありがとうございます。微笑むスタッフの方にバッグを預けた瞬間、背負っていた重い荷物がふわりと消えた気がしました。こちらこそありがとうございました。店を出た私の足取りは驚くほど軽く、心には新しい風が吹き抜けます。かつての私は物を持つことで自分を埋めようとしていました。でも今は手放すことで本当の自分に出会えた気がします。空っぽになった腕はこれからどんな幸せを抱きしめるのでしょうか。1ヶ月の家計簿を閉め、机の上に小銭を並べます。チリンと硬質な音が部屋に響きます。ふふ、今月も頑張ったわね。手元に残ったのはたった1枚の500円玉と住まいの10円玉。それは私が1ヶ月間自分と向き合い丁寧に生きた証。この500円はただのお金ではありません。誰にも邪魔されない私だけの自由の切符なのです。ため息、若い頃なら見向きもしなかったこの小さな銀色の円盤、今の私には夜空に輝く満月よりも尊く見えます。私はゆっくりと一番お気に入りのコートを羽織りました。街角の小さなケーキ屋さん、ガラスケースの中に一つだけ残っていた真っ白なショートケーキ。これをお願いします。箱を大切に抱え、家路を急ぎます。部屋に戻り、一番いいお皿にケーキを移します。銀のフォークがふわふわのスポンジをゆっくりと沈ませる。一口頬張った瞬間、甘美な魔法が全身を駆け巡ります。おいしい。涙が一粒頬を伝いました。悲しいからではありません。一生懸命生きた自分が愛おしくてたまらなくなったのです。月6万円の生活、それは我慢の連続ではなく、自分を慈しむための長い旅路でした。
窓の外には夕暮れ時の美しいグラデーション、温かいお茶を最後の一口まで楽しみます。画面の向こうのあなたへ、そしてかつての私と同じように不安の中にいるあなたへ、幸せは遠くにあるものではありません。それはあなたが入れたお茶の香りの中に、繕った服のぬくもりの中に、そして自分を許した心の余白の中にそっと咲いています。月6万円の小さな宇宙から愛を込めておやすみなさい。明日もまたあなたにとって良い一日でありますように。あなたは明日どんな小さな幸せを見つけますか？